皆さんこんばんは。玉木のスポーツジャーナリズムの時間がやってまいりました。MC のスポーツライター小崎です。このチャンネルはスポーツ文化評論家、玉木正幸が送る既存メディアとは異なる視点でスポーツの真の問題点を取り上げ考える番組です。で、コメンテーターの玉木正幸さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日はゲストに、成城大学の山本篤久さんに来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。私は山本さんと出会ったというよりも、山本さんと本と出会ったのが最初で、一番最初に驚かされたのがこの本でしたね。ポストスポーツの時代って。これは、本屋さんで見つけたときに、まず一番最初にびっくりしたのは、ポストスポーツという言葉ですね。ポストスポーツ、これはね、ドキッとしたというか、おやって思ったっていうかね、要するに今やっているスポーツ、日本なんか世界で行われているスポーツは、だいたい近代スポーツと呼ばれてるんですね。モダンスポーツで。ですから、ポストモダンのスポーツっていう言い方なら、結構、まだこの次の時代のスポーツなんだなと思うんだけれど、ポストスポーツと言われたら、おっと、これは何を示すんだというふうに驚いたことを覚えています。山本さん、そんな感じでよろしいですかね。ありがとうございます。はい。この本に驚いて、その次にこの本を出されて、スポーツアスリートの問題を取り上げられた。というので、この2冊の本については、明日、朝、違いますね。水曜と金曜の、はい、放送で詳しくやりますんで、これは、結構ご期待ください。それともう一つ、山本さんが、素晴らしい仕事をされたのが、この本でして、これは去年の10月に出た、岩波の月刊誌の思想という本ですね。この思想という本が、スポーツを取り上げたのは、この時が初めてでして、これは、確か山本さん、これ、大正時代から続いてでしたっけこの本は。そう、岩波書店が、こう、なんて言うんでしょうね。学術的なというか、アカデミックな、代表的な書店になっていくんですけれども、はいはい。100年以上ですよね。100年以上にわたって、思想とか現代思想とか、そういったものをやりながら、その時代その時代の、なんて言うんでしょう。新しい社会のあり方、思想のあり方を紹介し続けてきた。はいはい。結構重厚な雑誌なんですね。歴史ある重厚な。そうですね。で、その中で、100年余りの中で初めてスポーツをテーマに取り上げたっても、これもすごかったんですけれども、この中にフィギュアスケートの町田選手と言っていいのかな。今は大学の教授ですけれども、さんとか、それから現役選手の三笘選手、J リーグじゃないな。今、プレミアリーグですね。で、大活躍している三笘さんが、めちゃくちゃ面白い座談会で、喋っていると。これ、変な言い方です。山本さん、売れたでしょう。はい、これはね、出版されてすぐにね、アマゾンすぐになくなってしまって、なかなか買えない状態が長く続いていたらしいんですけれども、はい。しばらくはかなり冊数出たと思いますね。やっぱりそれは三笘人気だったんですかね。そういうことなんですね。ただかなりショックでしたね。あれだけ三笘喋るのともね。そう。なかなかないですしね。私は内容もすごかったですね。三笘人気なんて言ってしまったけれど、これ、三笘の喋ってる内容がめちゃくちゃ面白いんですよね。要するにスポーツがもうそろそろ限界に来てるんじゃないかっていうことを言われて、もう、試合の事前の打ち合わせ、からデータの処理なんかがもうものすごくあって、それで動くことはもうほとんど決まってるという話をしてるんですよね。そうですね。だから、この話もまた、これは水曜と金曜に、配信される中で、詳しく喋っていただきたいと思いますね。未来のスポーツが一体どうなるのかって。それこそ大谷がね、今っていう言い方していいのかな。
東京に来てなんかやってますけれども、初球から思いっきり振りますからね、大谷はね。はい、あれ、初球からどんな球が来るか分かってるんですよね、山本さん。そうですね。最近は蓄積されているデータがありますから、大谷選手必ず打席入る前にタブレットを、はいはいはい。対戦相手のデータをね、かなり頭の中に入れて打席に立つ。大谷さんに限らないですけど、今、多くのメジャーリーガーたちはそうして、予測をかなり立てた状態で打席に立つっていうのは当たり前になってますよね。そうですね。以前はメジャーでもそのタブレットをベンチの中に持ち込むのは禁止していたんですが、この頃はもうそれは平気になって、で、おまけに代わって出てくるピッチャーが、代打なんかが出てきたらポケットに手突っ込んでメモを取り出して、それを見て、それから投げるなんていう光景がよく見られるって。このデータっていうのは、これはもう水曜日がメインになると思うんですけれども、このデータっていうのはこれからスポーツ界ではどんどん広がるもんなんですかね。もう不可逆的なことに規制が入ったらわからないですけど、不可逆的なことになるでしょうね。はい、でもスポーツは今、そういう人間から取る様々なデータを、蓄積して、それに基づいて新しいスポーツの企画が作られていくので、その企画に基づいて今度選手たちは戦略を練ったり、体作りをしたり、コンディショニングをしたりとかっていうことが進んでいくので、で、データはもうどんどんビッグデータとして大きくなっていくので、はい。もう人間が考えられるよりも、はるかに大きな量で予測が進んでいくので、その予測を上回る人間の知識っていうのかな。それは結構難しくなってきてますよね。いい悪いは別に。野球のピッチャーでも、それからサッカーの相手チームでも、こういうケースならば、こういう動きをするっていうのが、そのビッグデータでほとんど分かっているわけなんですよね。そう分かっている中で、どのように動くかっていうことも頭に入れて動いてるっていうのが今のトップアスリートなんかのやっているスポーツだと。そうですね。だから、選手の資質、重要な選手としての資質自体が変わってきていて、情報を処理できたりとか、見た情報を自分の予測の中に組み込めるっていう、そういう知識と経験が両方織り交ざってるような人じゃないと、今の選手たちはトップになれなくなってきてますね。昔であれば勘がいい人とか感性がある人たち、トップアスリートになっていくんでしょうけど、今は数値化されたデータで自分は何をやらなきゃいけないのかっていうことを瞬時に組み立てられるような能力を持ってないとトップアスリートになれなくなってきてる。それはあれなんですけどね、頭がいいという言い方をしてよろしいんですかね。頭がいいのか、でもデータ処理ですよね。データ処理がきちんとできるっていうことを多分もう若い頃からそれ自体も練習なんですよね、今はね。なるほどね。そういう面白い話山ほどありますんで、それこそ水曜と金曜も、期待してほしいと思いますが、今日はそれに比べるとちょっとつまらない話から入ってしまうことになるかもしれないんですが、今日のテーマは、アメリカメジャーの日本進出で日本のスポーツ界は変わるのかってことですね。そうですね。これ、今、メジャーがやってきて、ドジャースとカブスの試合をやってますけど、山本さんはどう見ておられますか、これを。大きなね、グローバルビジネスの一つに日本の野球も組み込まれているし、日本のファンもその中に組み込まれているということですよね。玉木さん、この間、これ企業名言っていいのかな？はい。どんどん言ってください。どうぞ。テコムが新しい CM を出しましたね。出しましたね。長嶋茂雄さんと、大谷投手が対決をするというようなコマーシャルですね。はい。あれはこの時期にやっぱ流されるっていうのは一つの象徴的な出来事だと思っていて、やはり日本のプロ野球が最も発展して、最も人気があった昭和30年代、40年代、そこの日本のプロ野球がもう全盛期を迎えていく、その時代の代表的な選手が長嶋さん
そして今のこのグローバル化したというか、まあ、アメリカのコロニアルな状態、野球コロニアルな植民地的な状態の、まあトップアスリートが大谷さんということで、この二つの時代、令和と昭和。で、どちらも今野球人気は高まっていて、別の形で双方が大きな盛り上がりを見せているんだけれども、昭和対令和の野球の盛り上がりが、セコムの CM の中で、なるほど。よがいいんだっていうことがね、まるでこう対戦されるかのように見せられている。そんな CM だなと思ってますね。今の例えば僕は頭で聞いていて、すごく面白いなと思ったのは、野球が盛り上がった時という長嶋さんの代表する時の野球っていうのは、巨人ばっかりの人気が上がった時の野球ですね。それが野球人気が上がったと思われた。で、今は何かっていうと、メジャーの人気がどんどん上がって、果たしてプロ野球の人気にこれが繋がっているのかどうか。これが疑問だ。また、プロ野球が、メジャーのファームと、要するに二軍として選手を育てる組織になってしまったと。というのは、これをね、非常に面白いなと思ったのが、私、白井聡さんという人が書いた、この国体論なんかと、こう、合体させて考えてるんですけれども、これによると、日本が、ジャパンアズナンバーワンと呼ばれるぐらいの経済成長の頂点に立って、アメリカの資本を助けた時代があって、アメリカが没落しかかったのを、日本の資本が助けた。でも日本は何も儲からないうちに、失われた20年、失われた30年が始まってしまった。それと全く同じように、野茂英雄投手がアメリカに行った時、それこそメジャーリーグはストライキだとか、それからもういろんな騒動でロングストライキが、長いストライキがあったりして、やばい時に日本人が次々と助けたんですよね。で、最後もう大谷まで行って助けて、それで日本のプロ野球は全く潤ってないんじゃないかと。要するに、おこぼれは頂戴したけれど、潤いがないんじゃないか。いうふうに私思ったんですけれども、どうですか、山本さん。これ、どう思われますか？いや、玉木さんがおっしゃる日本のプロ野球がね、メジャーのファーム化していくっていう。はい。その話はね。まあでもこれもまさにそうですよね。だって佐々木朗希選手を見れば、日本の中で怪我がないように大切に育てられて、彼自身もいずれメジャーで自分の全盛期を迎えるために、日本のプロ野球の中でピッチングをこう調整しながらコンディショニングをして最高の状態でアメリカに行って大活躍しよう。これもう高校生ぐらいの時から多分考えていくわけですよね。その段階でもう日本のプロ野球っていうのはメジャーに行く前段階の準備段階としてああいうトップの選手たちはもう当たり前のように捉えているわけですね。で、そう考えると安いお金で若い選手をメジャーは獲得する。メジャーじゃないのかな？あれはマイナーかな？マイナー契約ですからね。まあ一応マイナー契約ですね。でもまあメジャー扱いになるでしょうけれども。はい、まあ安いお金でいい選手を獲得するっていうね。そういう意味では非常にファーム的なポジションに日本の野球はなってますよね。メジャーが上手いんですか？日本の野球が下手なんですか？どっちですか？日本の野球どっちもじゃないですか。日本の野球はやっぱり経営が下手なんでしょう、それは。ああ、そうでしょうね。で、下手だけれども、読売新聞だとか、他の人たちが、メジャーのおこぼれ頂戴にはなってるんだけれど、企業野球を脱皮できませんよね。全く。で、それを、私は昔、岩波の世界という雑誌で、山本栄一郎さんと対談したときに、山本栄一郎さんっていうのは、アマチュア野球のドンと言われた人で、これがもう、日本のプロ野球は全然ダメだと。要するに WBC を作る前に、WBC を作られる前に、日本とアメリカのスーパーワールドシリーズなんかを企画して、メジャーと握手していた人なんですけれども、日本のプロ野球が全く動いてくれなかったというようなことを言われてるんですね。ですからアメリカメジャーに対抗するには、
オーストラリア、台湾、韓国、そして日本一緒になって、ウエストパシフィックリーグぐらいを作って、メジャーと対抗しなきゃいけない。と言われた、その山本栄一郎さんが、全くプロ野球が動かないので何もできなかったっていうことで亡くなられていったわけですけれども、この動きとか、そういうのがかつてはあったんですね。今もう全くないですよね。これどうなりますかね、日本のプロ野球はこれから。これ、対談私も読ませていただいて、2002年ですよね。そうです、2002年です。で、当然それは日韓のワールドカップが一方に、そうです。日韓ワールドカップであったわけですね。で、サッカーっていうね、すごいグローバルな現象なんだけれど、ワールドカップもあって、ヨーロッパのチャンピオンズリーグもあって、南米には南米の選手権があって、で、各国のリーグがきちんと盛り上がっていて、でそういう状態のサッカー的世界に対して、野球は本当にそういう仕組みができていないんだっていうところが、多分2002年の段階で、玉木さんと山本一郎さんが、多分そこが土台になっていて、これ日本の野球これまずいぞというところからおそらく話が立ち上がっていったんだろうなっていうふうに思っていたんですけど、確かにこれアイディアすごく早くて、やっぱ台湾、韓国、オーストラリア、日本のリーグっていうのは、もしこの時できていたらね、明らかにもっと違う構図、世界の野球を二つにしようっていう構想なんですよね。一つではなくっていうことですね。今もう完全に一つになってしまう。一つですね。だからそこを二つにしていこうっていうことを、かなり予言的におっしゃっていらして、この対談は僕すごく貴重で、まあ本当今、この通り、山本一郎さんが考えたような動きを見せていたら、日本の野球のファーム化っていうのは、まあこうはならなかっただろうなと思いますね。なるほどね。ただ面白いなと思うのは、サッカーもね、フランスが中心になって FIFA を作るまでは、イギリス、イングランド中心で、イングランドがイングランドカップを作って、例えばブラジルなんかにもリプトンカップという名前で挙げてたんですよね。それで、そこでいい選手がいたら全部イングランドに来て、全部イングランドがやれと。それに、フランスを中心とするヨーロッパ諸国が、そんなのは嫌だっていうので、FIFA を作ったんですよね。ですから FIFA っていうのはあれはフランス語なんですよね。サッカー、フットボール自体はイングランドで生まれたんだけれど。っていうので、私は、日本が中心になって、要するに野球のFIFA のようなものを作らないといけないっていうのを、相当昔に書いたことあるんですけども、何と言っていいんでしょうね。のれんに腕押しと言っていいのか、バジと言っていいのか、なかなかそうはいかない、うまくいかないなっていう感じがするんですけど、これ日本の野球、およびスポーツってことになるんですけど、これ変わるにはどうしたらいいんですかね。玉木さんが本当に90年代、もっと前からずっとおっしゃってたことでしょうけど、やっぱり企業の宣伝野球っていう形から逃れられないじゃないですか。そうですね。まあ今回もそうですよね。そうですよね。読売新聞社の主催なんで。これずっと玉木さんも何十年も批判されてきていて、企業名が入ったプロ野球のチームっていうのね、もう本当にそれは早くやめてほしいなって僕も思ってますけど、でもその足かせによって、やっぱり企業間の小さな戦いによって、日本の野球がやっぱりうまく発展できてないっていうことは、ますます明らかになってきているなと思いますね。ただ、ますます明らかになったことが表に出ないですよね。それは別に、ますます小さくなっているということを報道されませんよね。で、多くの人がそれを知らずに、ドジャースの服を着て、ドジャーの、大谷を応援して、山本投手を応援してっていうようなことで満足しているっていうのが今の状態ですよね。それで、ドジャースっていう名前が一体どういう意味なのかも誰に聞いても知らないけれども、ドジャースってみんなもう、叫んでいるような現状。これ
これをどう捉えればいいんですかね。日本文化の衰退なんですかね。何なんですかね。ただ、その日米野球っていうことで言うと、まあ、正力松太郎が、ね、呼んだ時と、形はそのまま何も変わってないじゃないですか。あれね、山本さん、ご存知、正力松太郎の遺訓というのがあるの。その遺訓3つあって、その巨人軍は紳士たれとか、巨人軍は強くあれっていうの。で、3つ目が、巨人軍はアメリカ野球に追いつけ追い越せって言うんですよね。これ、戦後の日本の、なんか、なんていうんですかね、方針と全く一緒ですよね、はっきり言うと。それが、ある意味、追いつき追い越してるところがあるんですよね。その、大谷の登場であるとか、例えば今回の東京シリーズでも、阪神タイガース強いですね。あれはやっぱり笑っちゃいますね、本当に。というようなところがあって、さて、その次、何をしていいのか、全然誰も分かってないというか、考えようとしないんですかね、これは。次に何をするかって。これでも、現象として見ると、野球人気全体は上がっているように見えちゃいますよね。見えちゃいますね。上がってるように。朝つけたらドジャースの試合が毎日流れていて、ね、そこから朝が始まっていくわけですから、野球はかつてよりも人気があるように見えますよね。見えますよね。今日は朝のどれかのモーニングショーがなんかで、そういう風になくって、野球人気が上がってますね、と言ってたコメンテーターがいました。けれども、本当は上がってないんですよね、山本さん。これでも、だから日本がメジャーのファームになるっていうことはもう避けられなくなっている現実があって、じゃあ日本のプロ野球はどうしてるのかっていうと、多分、すごくローカリズムと結びつくことによって、ファーム化されているんですよね。昔は、ジャイアンツに統一された日本代表イコール巨人。これが、まあ日本の野球を象徴していたんですけど、今は、まあ地方都市、まあ大きな地方都市ですけど、ほとんどが。この地方都市のローカリズムと結びついて、ジャイアンツが脱中心化されていって、福岡であるとか、広島であるとか、仙台であるとか、札幌っていうような、日本の主要な地方都市のローカリズムにプロ野球がくっついていって、ローカルな力と野球っていうのが今結びついていて、でもこれを結びつけていくのが WBC の侍ジャパン。これはかつてジャイアンツの代わりになるわけですけど、そういう形でグローバル化とローカル化が両方同時に今野球は進んでいる。それを面白いと見る考え方もなきにしもあらずだなと思うんです。ただ利益自体はメジャーリーグに全部いっちゃいますよね、今回のその開幕戦も。そうそう。それで私はおこぼれって言ってんだけどね。メジャーリーグとメジャーリーグ選手会も主催ですから、これ。ね、選手会とメジャーリーグが話し合ってこれをやりましょうっていう話ですから、全くその日本のプロ野球は関係ないし、プロ野球選手会も関係ないですよね、これ。全くお金が落ちてこないという。ね、でもおこぼれです、ね。おこぼれでいいんだと思ってる人たちがやっているところに、こう、我々と言っていいかどうかわからないけども、私がギャーギャー言ったところで、誰も聞かないっていうことは分かってるわけで、これは、だから一番最初に喋ったように、つまんない話だなーっていう結論になってくるんですよ。これでもね、やってる選手なんかは、まあ、阪神の選手も巨人の選手もドジャースとやるときは、そのモチベーションは数年後に自分もドジャースのユニフォームを着ていたいって思う選手たちが必ずいると思うんですよね。だから日本の野球自体はおこぼれのようなものしかもらえなくなってきているけど、選手たちはもう海の向こうを見ながら野球をやる。だから戸郷さんとかもそうだったと思うし、まあ昨日佐伯さんかな、阪神のいいピッチングしましたけど、ああいう人たちは良かったですね。確かにでも数年後自分もユニフォームをしたいなと思って、そのチャンスにかけて、こんな早い時期テストされてるっていう気がありますよね、絶対。ですからもう3月半ばなのに、まあまあ出来上がっちゃってるっていうね。
まあね、一番まあ、そう言ってしまえば、それで、なるんですが、ファンとしても、もうこれにまあ、ファンは満足してるんですよね。見ると。だから、ただ、私が思ったのは、野茂英雄さんがアメリカに行かれた時には、日本でもう大反対の声が多かったんですよね。朝日新聞に10人ぐらいのコメンテーター評論家とかが全部こう、コメント出した時に、頑張れって言ってたのは私だけですよ。10人のうち。あとみんなね、裏切り者とかね、この、日本のプロ野球を見捨てるのかとかね、応援団の人なんかは。で、評論家の人なんかは、半年も例えば尻尾巻いて帰ってくるっていうふうに言ってたところがやっぱり野茂とか、あるいは、まあ、古田選手もそうだけれども、アマチュアのグローバリズム、要するに世界選手権。で、そこでもう実力を知ってたんですよね。俺たちは通じるっていうのが分かってる人たちがメジャーに行ったわけなんですよね。それを知らない人があまりにも当時は多かった。で、今ではもう日本の野球が通じるっていうのが分かった。ここで、さて、ファンはどう考えるんですかね。みんなに送り出せアメリカにっていうことなんですが、それとも、日本の野球アメリカをぶっただけというふうにならないのかなと思うんですけど、ならないでしょうね、山本さん。これはだから WBC がそこ保管してくれていて、保管、うまいな。ナルチームとして日本の方がアメリカよりも強いと。でも、リーグとしてはね、もうアメリカの方がトップなんだから、自分たちの好きな選手は向こうに行って活躍してもらっても構わないけれども、でも WBC ではアメリカに絶対勝ってほしいっていう、野球が新しいナショナリズムと、あとは資本主義の形と両方をセットで今手にしちゃってるっていうことですよね。ただ日本の中の今までの野球の経済構造は、どんどん衰退していくっていう。まあこれはもう見えてるんですよね。そうですね。まあ、かつて朝日新聞でも、読売新聞でもみんな飛行機やなんかをね、飛ばして世界一周なんとか号とか言いながら新聞売ってた時代があって、それがプロ野球に変わって、世界一周で万歳するような新聞社はどこにもなくなったけれども、今にプロ野球で万歳してる新聞社もなくなるんだろうと、私は思っているんですけれども、つまんない結論でこの番組終わるのも残念ですけれども、山本さん仕方ないですね、これは今は。これは仕方ないし、だって選手たちからしたら、だって年俸が全然違うじゃないですか。桁が違う。違いますもんね。同じ野球やって同じ努力するんであれば、それはやっぱりアメリカ行きたいって思うのが、労働者としての自由だと思いますよね。さあ、選手を応援しましょう。そして早く日本の組織が潰れるのを待ちましょうという結論でよろしいでしょうか、山本さん。そうですね。まあでもやっぱり選手たちからしたら、もう高校野球、それからプロ野球、メジャーリーグって、ますます外の世界が魅力的に見えるだろうから、まあ選手たちからすれば、トップの選手たちからすればね、野球の労働市場っていうのはすごく拡大してる。まあ、それはそれで悪いことだとは思わないんですけどね。なるほどね。私がプロ野球の原稿をいろいろ書き始めて、割に人気が出たっていうか、売れる出した時に、ある年取った人が、いつまでそういう野球とかで喜んでるつもりかな。俺も若い時は喜んでたけど、今はもう面白くなくなったなって言っておられたのを、つくづく思って、それ以来私は日本の野球ポルノ論というのを書いたこともあって、要するにポルノっていうのを楽しむのは若い時で、若い人ってのはどんどん次から次に人が出てくるんで、人気の人数は減らないけれども、ポルノが発展することは全くないという論理を言ったのを今思い出してしまいました。プロ野球ポルノ論で山本さんよろしいでしょうか？はい。いやいや、でも、玉木さん、まあ、例えとしてね、まあ、面白いなとも思いますけど、まあでもやっぱり玉木さん、長くね、やっぱり日本のプロ野球のことをずっと考えてらっしゃいますから、やっぱりそれすごく大事な意見だと思いますよ。今の若い人たちは、もう知らないんですから、長嶋さんや王さんを。
そうですね。私、立教大学の講師で行った時に、私のクラスで長嶋茂雄を知ってる人一人もいなかったですね。もう、立教大学ですよ。ということで、ごめん。はい。ということで、山本さん、1回目の収録このぐらいにしましょうか。テーマがあまりにも、つまらないテーマだったなというふうに、今私反省してますね。いや、それにしては仲いいですけど。それにしてはなかった。じゃあ、次もっと面白い話をしましょう。はい。次回は今週のテーマ、未来のスポーツと日本のスポーツの未来を考えるのエピソード2。スポーツとテクノロジーの融合はどこまで進むのかは、3月19日水曜日午後8時配信予定です。引き続き山本さんと共にお送りします。それでは皆さん次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。